皆さんこんにちは、持田あかりです。前回の動画では広島にあるチューリップ株式会社さんへお邪魔して、かぎ針の選び方や製品の特徴などを教えていただきました。今回の動画では製品開発のエピソードや会社のヒストリー、ものづくりへの思いなど、さらに深掘りしたディープな内容をお届けいたします。ぜひ最後までご覧ください。引き続きチューリップ株式会社さんにお邪魔してお話を伺っております。お答えいただくのは、商品の企画をされている国塩さんです、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで1本目の動画の時から真ん中にいらっしゃるこの方はどなたですか？はい、気になりますよね。気になります。ですね、グラン師匠というんですけれども、はい、グランちゃんっていうこの商品を開発した時にスタッフが編んで作ったスタッフさんの手作りなんですね。そうなんですよ。はい、すごい、めちゃくちゃ大きくてなんか抱きしめたくなるような、可愛らしいですね。そうなんですよ。じゃあ引き続き師匠に見守っていただきながら、動画を進めていこうと思います、よろしくお願いします。では早速お話を伺っていきたいと思います。この動画ではチューリップさんの歴史とか、あとは商品の企画についてとか、あと普段聞けない会社としての思いなんかを、深い部分をちょっと聞かせていただければと思っております。はい、はい、ではまず最初にですね、チューリップ株式会社さんがどういったルーツを持つ会社なのか簡単に教えていただけますか？はい、私たちチューリップはですね、1948年に創業して、で広島でずっと針を作り続けてる会社になりますね。広島なんですけども、広島といえばどんなことを思い浮かびますか？牡蠣とか、はい、そうですよね。もみじまんじゅうとかですか？そうですよね。お好み焼きとか、あとお好み焼きですね。ありますよね。熊野筆ありますね。はい、いろいろあると思うんですけど、実は針の産地なんですね、広島が。地理的な要因がすごく関係していて、で広島って位置的にはですね、ここにあるんですけども、はい、私たちの、本社があるところが広島市の中心部に近い西区というところに、こちら今撮影しているところがあります。はい、でそこから車で1時間ぐらい行ったところに、広島の県北になるんですけど、安芸太田町っていうところがありまして、島根県との県境に位置するところになります。でここはですね、工場があるんですけれども、実は昔砂鉄と言われて、鉄の材料になる砂鉄が多く取れている地帯になっておりまして、で江戸時代にその砂鉄をたたら製鉄って言って、鉄に加工する技術があってですね、それを通じてそれを鉄にして、で太田川っていう大きい広島の川があるんですけど、それの水運を利用して、市内に運んで、でそこで侍の手内職として針を作っていたっていうのが広島の針の歴史で、はい、そうなんです。お侍さんが針を作ってたんですね。そうなんですよ。はい、じゃあその頃の時代から今までずっと続いているっていうことなんですね。はい、そうなんです。全国で作られている手縫い針と松針の9割以上は、広島で作られているっていう。すごいですね。はい、そんなにたくさん作られてるんですね。へえ、とても勉強になりました。はい、針作りも江戸時代からちょっと伝統的な作り方が受け継がれていて、でだんだんと明治大正と機械化をしていって、広島で一時期は200社ぐらい針メーカーがあったぐらい盛んだったんですけども、でチューリップはその戦後ですね、1948年に創業して、創業者が原田製針所っていう名前で始めたのがきっかけなんですけど、広島の針業界はもうたくさん針メーカーさんがいたので、チューリップは後発のメーカーだったんですね。はい、でその時に手縫い針だけじゃなく、お客様から編み針も作れないですか、レース針作れないですかって声があって、それを作って、手縫い針だけじゃなくてそういうレース針とか編み針も作れるっていう技術を強みにして、今まで77年っていう感じになっています。すごいですね。そんなルーツがある会社さんなんですね。はい、そうなんです。ありがとうございます。
先ほども針が手縫い針がルーツにあるというふうにお伺いしたんですけど、チューリップさんはその編み物用の針以外にはどんな製品を作ってらっしゃるんですか？はい、で手縫い針とあとは待ち針ですね、待ち針を作ってるんですけど、家庭科の授業とか小学校の家庭科の授業とかでですね、お裁縫箱ってあったと思うんですけども、その中に花形の待ち針あったの覚えておられますか？ありました。はい、いろんな色のやつがありましたよね。そうですね、はい、裏にちょっと名前書いたりとかして、書きましたはい、買ってすぐ名前とか書いてもらったりするんですけど、これが実はですね、弊社の創業者がお客様の、その先生ですね、先生たちが小学生なのでやっぱり落としてしまったりとかすると誰のものとか分からなくなっちゃったりとかするんですよね。なのでそれが困っているということで話を聞いて、創業者が何とかしたいと思って考えたんですけども、このように平らな頭になっているので転がりにくいっていう付けの確かに、はい、っていうのと、裏に名前が書けるように天然素材のセルロースっていう素材を使ってるんですけど、で名前が書けるような素材にして作ったっていうのがきっかけになっておりまして、お裁縫箱の中に入っている針ですとか、こちらのセル待ち針っていうのは今でも家庭科の教材として提供をさせていただいています。こんな身近なところにチューリップさんの製品があったんですね。はい、そうなんですよ。知りませんでした。ありがとうございます。ではここからはかぎ針のことをまた少しお伺いしたいんですけれども、そもそもかぎ針ってどういうふうに作られてるのかって教えてもらうことできますか？もちろんです。そうですね、かぎ針どんなふうに作られてるのか本当に、想像もつかないので、どういうふうにできてるんでしょうか？そうなんですよ。これがですね、実はかぎ針っていうのが材質が弊社アルミニウムっていう金属を使ってるんですけど、もともとはこうぐるぐるに巻かれたコイル状なんですね。はい、それを機械を使ってグイッとまっすぐに伸ばしまして、で伸ばした後にさっき言っていたかぎ針のサイズって 2.5 とかいろんな号数があると思うんですけど、それにこのかぎ先をですね伸ばします。その太さに伸ばします。でその後にこういう頭のようなこういうフックがついたかぎの形をした型でなんですか、打つようなイメージなんですけど、はい、打ってその形にして少しやっぱりバリと言われるもの出ますのでちょっと削ります。でそれがかぎ先の形になっていきます。はい、そうやって作られてるんですね。そうなんですね。はい。突然ですがここでチューリップ株式会社の皆さんとおやつタイム。用意していただいたのは広島湾に浮かぶ島江田島にあるテクテクのさつまいも本舗さんのスイートポテトです。地元で採れたさつまいもを使用しているそうでとても美味しかったです。チューリップさんで働く皆さんはとても温かく迎えてくださってすごく楽しい時間でした。私エティモがすごく大好きなんですが、エティモはどうやって作るんでしょうか？はい、エティモは5色でそれぞれかぎ先の色が変わっているので、まず色をつけるんですけど、そのかぎ先の表面にですね特殊加工をして、でそれぞれの染色をこう染み込ませるような感じで色をまずつけますね。はい、でその後にこのグリップなんですけど、グリップの形をした型に樹脂っていう材料を流し込んで、でこういうグリップの形に成形します。で最後印字をしたら完成ですね。はい。針先にも色がついてるのがすごい可愛いなと思ったんですけど、そこは色が染み込んでるんですね。そうなんですよ。はい。すごい。ありがとうございます。今かぎ針の作り方を教えていただいたんですが、竹の輪針はどうやって作るんですか？教えてください。はい。竹の輪針はこちらが針の部分ですね。竹の材料をですね、こちら金具をつけるので、加工します。でその後に加工した竹にこの金具を接着するっていう感じなんですけども、
でこのニーナ・スイベルニッティングニードルズっていうこの竹輪針なんですけど、こだわったところが実はあります。コードを少し膨らませているんですね。本当ですね。触ってもらったら段差が迫力あまりない。本当だ。そうなんですよ。そうなんです。靴下とか編む時とかって結構移動が何回もあると思うんですけど、そういった時もですね、引っかからないのですごいストレスがないねっていうところで、なるほど、はい、ちょっとした工夫なんですけど膨らまして作っています。そういう細かい部分がやっぱり編みやすさにつながってるんですね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい、さらにですね、私の大好きなエティモシリーズについてお伺いしたいんですけれども、エティモの特徴といえばやっぱりこのすごく持ちやすいグリップだと思うんですけど、このグリップにもチューリップ株式会社さんを象徴するようなエピソードがあるというふうにお伺いしましたが、お聞かせいただけますでしょうか。はい、こちらのエティモのグリップ作ったのはですね、お客様の声だったんですけれども、あるお客様がこちら自作のかぎ針持ってこられて、でかぎ針にガーゼと、でそれを絆創膏で留めてグリップにしているかぎ針を自作で持ってきてくださったんですね。でちょっと恥ずかしいんだけどって言いながらですね、手痛くなるから自分でこうやってグリップつけて使ってるのっていうことでお話しいただきまして、でそれを受けて私たちもなんとかできないかなということで開発が始まりました。そうなんですよ。でそこから何度も試作を重ねて、編み物の先生に試していただいたりとか、あとお客様の声を聞きながら何度も、試作をしながら作ったんですけれども、こちらのかぎ針の特徴としては形状ですね。グリップの形状で、かぎ針って持ち方にいろいろと鉛筆持ちとか棒針持ちって持ち方あると思うんですけど、人によってとかまた国によっても結構違いまして、体の大きさも違いますもんね。そうですよね。手の大きさがね違います。そうなんですよ。なのでそういう持ち方どちらにも対応できるようにっていう風に考えてこちらの形状を作りました。そうなんですね。はい、この親指ストッパーっていうところですね。これでどっちでも持てるようにしているっていうところですね。なるほど。はい。そんなお客様のお悩みを解決しようという、そういう優しい気持ちからできたグリップなんですね。すごいなんかより愛しい気持ちが湧いてきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいいい話が聞けました。ありがとうございます。チューリップさんのロゴマークの下に「針は愛情」って入ってるじゃないですか。私すごくそれがいいなと思っていて、なんか針仕事ってその愛情を持ってやるみたいなことが表現されてるのかなとか思ってたんですけど、なんかその辺について教えていただけますか？はい。針は愛情、私たちのコーポレートステートメントなんですけれども、先ほど言われたように針を持って何か作る時に誰かのために愛情を込めて作るっていうその愛情っていうのと、もう一つあるんですけど、私たち針メーカーが針を作る時にそういった針を使ってくださる方のために愛情を込めて製品を作るっていうその2つの姿勢が入っていまして、でチューリップって名前なんですけど、チューリップっていう名前も結構花言葉で愛情っていうのに関わるものが多かったりするんですよ。そうなんですよ。すごい。はい。っていうので、チューリップのコーポレートステートメント、自分たちが大切にしたいことということで針は愛情っていうのを使っています。なんか、より製品を大切にしようっていう気持ちになります。ありがとうございます。では最後に、視聴者さんから募集した質問の中でまたいくつかお答えいただきたいと思います。まず1つ目、グランちゃん、こちらのグランちゃんのお名前の由来は何ですかというご質問です。はい、そうですね、この商品が生まれたきっかけというのをちょっとお話しさせていただくと、で私たち子ども様向けにこちらのグランフックっていう針があるんですけど、これを使ってワークショップをしたことがありました。ほぼ私たち子ども様に編み針を持って教えて、作ってもらうってことがあんまりなかったので、慣れない中やっていましたら、子どもさんはすごくやりたいのになかなかそのかぎ針って馴染みがない道具なので、どっちに鍵先向ければいいんだろうとか、手のテンションをかけることが難しかったりとか、いろいろあって、でなんか泣き出しちゃう子供とかもいらっ
そうなんですよ、いらっしゃって、はい、でそういった時に何かその私たちも教えやすいようにできないかなっていうのがあった時に、何か鍵先の向きが分かるように印つけれないかなと思ったんですね。はい、でそのイベントの最中にちょっと顔を描いてみたんですけど、そうするとなんかすごく伝えやすくて、ずっと顔を見て編んでねみたいななるほど、はい、言えば子どもさんの手もですね自然と動くようになったので、これだっていうことで顔を描いて子どもさんに親しみを持って呼んでもらいやすいようにグランちゃんっていう風に名前をつけて、はい、作りました。そんな素敵なエピソードがあるんですね。そうなんです。なんかそれもまた使ってくれる人のためにという気持ちからできたものなんですね。そうですね、はい、すごいありがとうございます。ではもう一つ、こちらもすごく多かった質問なんですが、新しいカラーのかぎ針の発売予定はありますか？限定カラーももっと出してほしいですというご質問です。はい、これたくさんお声をいただくんですね。で私たちもそのお声に応えようと思ってですね、常に新しい色っていうのは実は考えていますですが、ちょっとまだここでは言えてないのでそうですね、ぜひ期待して楽しみに待っていていただきたいなと思います。うわー、それはとっても楽しみですね。はい、ありがとうございます。じゃあワクワクして、はい、視聴者の皆さんと一緒に待とうと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この動画を見てくださっている視聴者の皆さんに最後にメッセージをお願いします。はい、チューリップの製品は、エティモとかセリズ待ち針に代表されるようにですね、お客様の声をもとに作った商品があります。でこれからも伝統的な針作りの技術を発展させながら、そういったお客様に喜んでいただける針をこれからも作っていきたいと思います。一緒に手作りを楽しみましょう。ありがとうございます。今回はチューリップ株式会社さんへお伺いして、会社のヒストリーや製品への思いをお伺いいたしました。普段は知ることができない製品に込められた思いを聞くことができて、さらにチューリップ製品が好きになりました。改めてチューリップ株式会社の皆様、ありがとうございました。もう一本の動画では製品を選ぶポイントなどを詳しくご紹介しています。1本目の動画をまだ見ていないという方は、ぜひそちらもご覧ください。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。